こんにちは、シャチパンです。さて今回は密かな人気家電除湿機についてです。実は3人に1人が使っている除湿機。ジメジメした梅雨時に使ってみたらもうびっくりするぐらい水が取れて部屋が快適になったという感動の声、よく聞きますね。でも除湿機の本当の実力はただ部屋の湿気を取るだけじゃなく、洗濯物が乾きづらい冬の部屋干しや嫌な生乾き臭の対策、さらには部屋中のカビ予防まで、実は年中私たちの生活を快適にしてくれる家電なんです。意外とあると便利な除湿機。今回は大手5社の特徴や評判、そして今年業界に大きな動きもありましたので解説していきます。それではやっていきましょう。はじめに除湿機の便利な使い方について簡単に触れておきます。大きく分けて2つあります。それは部屋の除湿と衣類乾燥です。ジメジメして不快な梅雨の時期は冷房で部屋を冷やすよりも湿度を下げる除湿運転の方が実は快適です。ジメジメした環境では体感温度が高いからです。ただ暑いからといって冷房で室温を下げていってしまうと体が冷え切ってしまい、気づいたら風邪をひいたなんてことがこの時期よくあります。快適な環境は温度だけではなく湿度も同じくらい重要なのです。また黒カビを年中防ぐことができます。湿度が高いのは何も梅雨時だけではなく、冬でも温度差によって窓が結露しますし、最近の住宅は気密性が高く空気の入れ替えが行われにくいので湿度が高くなる傾向があります。そうするとカーテンや壁、クローゼットや押し入れに至るまでカビで腐食してしまうこともあります。カビは一度生えるとなかなか落ちづらく、放置しておくとどんどん広がり、家が傷むだけではなく、まき散らす胞子によってアレルギー反応を招くこともあります。普段の予防が大切です。衣類乾燥は乾いた風を当てることで衣類を乾燥させます。除湿機にはだいたいついている衣類乾燥モードを使います。雨の多い梅雨時以外にも洗濯物が乾きづらい冬の季節、防犯的な観点や花粉対策で部屋干しするケースも多いです。乾燥機を使っている場合でもシワや衣類傷みが気になるおしゃれ着は取り出して干すという方も多く、その時部屋干しして長いこと乾かないと雑菌が繁殖し生乾き臭がついたりもします。そのため人によってはもっと早く買えばよかったと感じるほど人気な家電となっているようです。衣類乾燥のコツは、洗濯物の水分は重力で下へ溜まっていくので洗濯物の下から、あるいは乾きにくい下部にめがけて乾燥風を当てるようにすることと、除湿する空間を小さくすることです。部屋は狭い方が効果は高く、ドアはしっかり閉め、他のエリアから湿気が入ってこないようにすると効果的です。洗濯物の干し方は拳1個分間隔を空けて、量が多い時はアーチ状に干すことで空気の通りが良くなります。バスタオルと一緒に乾かしたい時はこのようにバスタオルは下にし、両端をずらして干すといいでしょう。サーキュレーターや扇風機を併用し風を当てることでも乾燥効果をより高められます。高温多湿な日本で生活する上で、湿気はいかに上手に付き合っていくかがポイントです。エアコンだけでは不足を感じる方や部屋干しがうまく乾かないなと思っている方はぜひ導入を検討してみてください。それでは早速大手5社パナソニック、コロナ、シャープ、三菱電機、アイリスオーヤマの比較をしていきましょう。なお事前に現時点で除湿機を買うとしたらどこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、パナソニックが人気で過半数を占め、次いでシャープ、そして三菱電機、コロナでした。多くの家電で人気なパナソニックですが、除湿機界隈でもその人気は健在で、ブランド力の高さがうかがえます。さて話を戻して、各社の上位モデルを基準に特徴を見ていきます。まずは除湿方式。見慣れない単語が並んでいますが、除湿機を選ぶにあたり実は方式が一番大事です。
後で失敗したと後悔するポイントでもありますので、ここだけはしっかり押さえておきましょう。除湿方式は大きく分けて4つあります。まず1つ目、コンプレッサー式。コロナ、シャープ、三菱電機、アイリスオーヤマと多くのメーカーが採用しているのも特徴です。これはエアコンと同じ原理で、空気中の水分を冷やすことで結露させ除湿します。まず室内の湿った空気を冷却器で冷やし結露させ、結露水をタンクで受けます。これは冷たいコップを置いておくと夏場は結露して水滴がつくのと同じ原理です。湿気を奪われた冷たい空気はそのまま室内に戻すと部屋が寒くなってしまうので、放熱器で再度温めてから乾いた空気として室内に戻されます。この一連のサイクルを回し除湿していくわけです。特徴は何といってもエアコンと同じように電気代が安いこと、それから温度差を利用して結露させるので、夏場のように気温が高いと除湿能力も高くなります。一方デメリットは冬場では著しく性能が落ちることです。冬場は空気が冷たく温度差が生じづらいからです。冬場は冷たいコップが夏のように結露しづらいのと同じ原理です。年中使えるという宣伝をしているメーカーもありますが、冬場は部屋を暖房で温める必要があるでしょう。またエアコンの室外機が部屋にあるようなものなので動作音がやや大きめです。続いてデシカント式。シャープ、アイリスオーヤマがこの方式をとっています。乾燥剤で湿気を除去する仕組みです。空気中の湿気をこの乾燥剤である除湿ローターに吸着させます。これはお菓子や海苔などのパッケージに入っているシリカゲルと同じ性質があります。次に除湿ローターがヒーターで温められます。すると湿気が熱交換器に向けて放出され、コンプレッサー式と同じく結露水がタンクに溜まっていきます。構成的には濡れたスポンジにドライヤーを当て、熱気を冷たいガラスで結露させる、そんな動きです。特徴としてはコンプレッサー式と違いヒーターを使うため冬でも除湿できることです。これが大きな違いです。またコンプレッサーがない分軽量で小型なものが多いです。デメリットはヒーターを用いるため電気代がかかることです。それから年中使うことができますが、コンプレッサー式よりも除湿量が少ない傾向で室温を上昇させます。夏場は室温が上がっても除湿されるので思っていたより不快には感じないという意見もありますが、気になれば冷房と併用となるでしょうか。3つ目はハイブリッド式。シャープ、アイリスオーヤマが対応しています。除湿の仕組みは季節や気温に応じてコンプレッサー式、デシカント式をうまく使い分けるというものです。特徴は何といっても年中使えることです。冬には使いづらいコンプレッサー式の弱点をデシカント方式を取り入れることで克服しています。また電気代も両者の中間くらいの水準で抑えられます。デメリットとしては本体価格が高めなこと、両機能を備えるため大きめなことです。最後にパナソニック独自のエコハイブリッド。パナソニックは今年大きな方向転換をし、それまであったデシカント、ハイブリッド方式を事実上撤退し一本化しました。ハイブリッド式はパナソニックが世界で初めて打ち出したところもありましたが、今年大中小のエコハイブリッドモデルが出揃ったことでその役目を終えました。名前からして先ほど触れたハイブリッド式の進化系かと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではなくコンプレッサー式と空冷除湿方式を組み合わせた方式です。まずは部屋の湿った空気をコンプレッサー式と同じく冷却器で除湿。次にそこで冷えた空気を再利用して別経路から取り込んだ部屋の空気も除湿します。空気の取り込み口が2系統あり、それぞれ別々に除湿するのがポイントです。特徴は再利用による除湿で電気代が安く、メーカー公表で従来比3分の1としています。ただし冬季の除湿はヒーターを備えるハイブリッド式の方が有利なので、
この電気代だけの見せ方はいささか議論の余地があるかもしれません。ただパナソニックとしてはヒーターを使った力技の速乾スタイルを捨て、徹底的な毎日の省エネへ完全に舵を切った形になりました。それぞれの特徴を比較してまとめるとこのようになります。夏だけでいいって方はコンプレッサー式、年中使いたいとなると本体代が安いデシカント式か、乾燥力も欲しい場合はハイブリッド式が冬にも強いです。冬場そこまで室温が下がらない環境でお使いであれば電気代がかなり抑えられるエコハイブリッド式もおすすめです。なお尺の都合もありますが、デシカント式は除湿量が他の方式より劣る傾向なので、こちらは候補から外し今回比較していきます。次に1日あたりの除湿量、下位モデルから上位モデルまで1日で何リットル除湿できるかを記しています。シャープ、アイリスオーヤマは除湿方式が複数ありますので、括弧内に方式の頭文字を記載しています。今期のモデルからパナソニックでエコハイブリッドモデルが拡充され、最大20リットルまでの対応。シャープのハイブリッドモデルで除湿量が増えました。さてこうして見るとモデル間でかなりの差があるのがわかります。衣類乾燥目安としては6から7リットルが 2.5 人家族、10リットルが4人家族、17リットルとなるとまとめ洗いなどする方向けで、このクラスとなると木造でも20畳の広さに対応です。各社6リットルから18リットルまでのラインナップを揃えていますが、三菱電機が除湿量でいうとダントツで多く優れており、時点でパナソニックでした。アイリスオーヤマのコンプレッサーモデルの最大除湿量は少し見劣りします。なおデシカント式は他の方式ほどは除湿できず、最大でも10リットルくらいまでが対応除湿量となります。続いて洗濯物の乾燥時間。乾燥時間は日本電気工業会自主基準であるジェマの定めた試験に基づき実施されています。 T シャツやパジャマやタオルなど約2キロ相当の洗濯物の乾燥時間となります。各社が好き勝手測定した値ではありませんが、薄手のものが多いので実際の乾燥時間はこれ以上となるでしょう。除湿量だけで決まると思ってしまいそうですが、送風するシステム、いわゆるどれだけ効率的に風を送れるかもポイントで、ルーバーは各社工夫が見られます。ただしモデルグレードによっては自動スイングではなく手動でしか動かせないタイプもありますので注意が必要です。各社を比較してみると、上位モデルはハイブリッドモデルであるシャープ、アイリスオーヤマが優秀ですが、コンプレッサーモデルであるコロナも善戦しています。これは例外的にヒーターを搭載しているためです。ヒーター未搭載の三菱電機、エコハイブリッドのパナソニックは一歩及びません。一方下位モデルは除湿量の多い三菱電機、本体の背が低く洗濯物の真下から乾かせるパナソニックに軍配が上がります。次に光熱費。上位モデルの通常除湿運転3時間あたりの電気代を算出しています。カッコがあるものはヒーターを使用した場合の電気代で、衣類の乾燥運転や冬季での運用はこの水準に近くなります。ヒーターを用いることで各社電気代はおよそ2倍程度となるということです。このままでは比較しづらいので 1kWh の除湿効率を算出するとこのようになり、エコハイブリッドが一番効率的。さすがエコとついているだけのことはあります。コンプレッサー式では三菱電機も効率的。ヒーターを含めた運転はコロナの水準が高いです。続いて価格です。各社の上位から下位モデルの現価格を記しています。今年発表のなかったメーカーもありますが、アイリスオーヤマが頭一つ抜きん出て安く、コロナ、シャープ、三菱電機は除湿量で揃えた場合ほぼ同価格帯。パナソニックとシャープのハイブリッドモデルが高い傾向です。なお買い時の情報はこちらの動画で
全13種の家電のお安い時期をまとめましたので、気になった方は概要欄から参考にしてみてください。続いて口コミです。口コミ数百件分の分析データです。夏の除湿量については各社満足されている方も多かったですが、冬の季節ではコンプレッサー式の除湿低下を嘆く声がありました。除湿方式の特徴を調べず購入された方も一定数いらっしゃって、こんなはずではとなってしまったようでした。おおむね室温が15度以下になると除湿量は著しく落ちますので、暖房の補助が必要となるでしょうか。パナソニックは今年エコハイブリッドモデルが拡充され、全ラインナップが出揃いました。本体が大きめになりがちですが、下位モデルは比較的小さめで高さも低く、洗濯物の真下に置いて乾燥できそうです。除湿量は控えめですが、風を下から当てられるので乾燥時間短縮につながります。ただしその分タンクは小さめです。またタンクの取り回しを褒める声がありました。悪かった意見としては価格が高いこと、キャスターが横方向しか進まないという声がありました。続いてコロナはヒーターがついている上位機種の乾燥時間が業界トップクラスで好評でした。それからコップ1杯の水で熱交換器を洗浄できるのが嬉しいという声がありました。熱交換器にホコリやゴミが付着すると性能が低下しますが、このようにコップ1杯の水を注ぐだけで汚れを洗い流してくれます。ただしこの方法ではホコリは落とせてもカビは難しいので、お湯を注げたらなお良かったでしょうか。ヒーターもマニュアルでオンオフできて隙がありません。洗濯物が乾きづらくなってきたなと感じたらオンにしたり、状況に応じて使い分けることができます。下位モデルのスリムなデザインも好評でした。一方、悪かった意見としては少しうるさいという意見が他社より多く感じました。次にシャープは連続運転がいいという声がありました。大体の除湿機は切り忘れ防止のため12時間ないし24時間で電源が自動で切れるオートオフ機能が備わっていますが、シャープは設定から解除できます。これにホースをつないで水を捨て続ける連続排水モードと組み合わせることで、タンク容量関係なくずっと稼働させることができます。また除菌効果のあるプラズマクラスター機能が好評でした。洗濯物の匂い除去に効果があるようです。それからタンクが使いやすいという声がありました。水圧で蓋が開く仕組みで傾けるだけで排水できます。今期のモデルから風呂にも工夫がなされ、静音性のスペックも上がりました。悪かった意見としては下位モデルの乾燥時間が長い。シャープだけの話ではないですが、下位モデルのルーバーが手動で調整するもので自動でスイングしてほしいという意見がありました。モデルによって上下は自動でスイング、左右は手動で調整など各社様々なので、衣類乾燥を考えている方は忘れず確認しておくといいでしょう。続いて三菱電機はシャープと同じく連続運転と組み合わせた排水が好評でした。電源が切れることなく除湿しながら排水することができます。また除湿量も多いという声がありました。三菱電機は3列熱交換器という構造をとっており、他社とは違い放熱器を1枚多く持つことでより強力に除湿できる特徴があります。エアコンでは他社も普通にこの構造をとっていますが、除湿機では珍しいです。それから除湿に加え空気清浄、脱臭の1台3役のモデルがコンパクトでいいという声がありました。ただし原理上空気清浄と除湿は同時には動かないのは注意が必要です。悪かった意見としては部屋の除湿をメインに設計されているのか、除湿量は多いですが衣類乾燥時間は長めなこと、それからタンク容量は大きいものの他社にはあるハンドルがついておらず運びづらい、バックライトが搭載されていないモデルがありメニューが見づらいという声が上がっていました。次にアイリスオーヤマは何といってもコスパを褒める声が多くありました。
他社と比較してもかなり安い水準ですが、基本性能は備わっています。悪かった意見としては、三菱電機同様、排水タンクにハンドルがないモデルが多く、取り扱いづらいという声がありました。それから静音性を指摘する声、故障したという声が他社より多く感じました。ただその分価格はお安いので、除湿機がどんなものか試しに使ってみたいという方にはおすすめできるでしょうか。最後に満足度です。これは現モデルから1つ前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が4年分の時間軸、縦軸が満足度点数。今年は各社の差が縮まり混戦となりました。満足度は全体的に高めな傾向ですが、今年は僅差でコロナが最も高く、次いでパナソニックでした。コロナは目立った酷評が少なかったこと、パナソニックも価格が高いものの一定の支持を得ているようでした。一方アイリスオーヤマはコスパはいいものの、静音性や排水タンクの使いやすさが点数に影響してしまった印象でした。参考にしてみてください。した方はダメ。とにかくコスパが最重要という方はアイリスオーヤマ。夏の時期、圧倒的な除湿量で部屋をカラカラにしたい方は三菱電機。部屋の除湿だけではなく、衣類乾燥も重視したいということであればコロナ、シャープ。電気代も抑えたいということであればパナソニックのエコハイブリッドモデルが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などありましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとう。また見てください。バイバイ。